はい、ゆきむらチャンネルの城好きゆきむらです。今回はね、ゲーム実況から一転して初の試みとしてね、ゆきむら目線で勝手にお城を解説してみちゃおう動画っていうのをね、作ってみましたので、どうぞ最後までね、ご覧くださいませ。記念すべき最初のお城はね、青森県弘前市にある現存天守で有名な弘前城です。はい、弘前城といえばね、もちろん桜で有名ですよね。桜の三大名所の弘前城っていうのはね、結構有名なんですけど、しかしね、桜以外にも弘前城を楽しむポイントはね、いっぱいあるんですね。ってことでね、桜の時期以外にも、弘前城に行ってみたくなる魅力をね、いくつか紹介していきたいと思います。はい、その前にね、この動画を楽しむポイントとして、まずね、自分はお城を攻め込む側かね、それともね、守る側かをね、先に決めておくと良いです。守る側なら、動画の画面は敵兵目線。私が撮った画面がね、敵兵目線というように、見るとね、楽しくなります。てなことでね、まずね、弘前城の縄張りからちょっとね、説明したいと思います。弘前城はね、天守のある本丸を内堀で囲むように二の丸があります。そしてその中堀を挟んで三の丸。北側に四の丸と北の廓、西側には西の廓を配置する定格式と呼ばれる平山城ですね。定格式っていうのは一方または二方がね、例えば崖とか大きな川とか海とか、もうそういったところの天然で守られてて、守れない部分だけを廓で守るというような、仕組みのことを定格式と言うんですけど、これらすべてを弘前城というふうに言いますね。よくね、勘違いされている方いますね。弘前城に限らずですけど、天守のことをお城と間違って思わないようにしましょうね。例えばね、学校で例えるなら教室や校庭、プールに体育館、すべてがね、学校と言いますけども、校長室やね、職員室だけのことをね、学校って言ったらおかしいですもんね。それと一緒ということなんですね。さて、まず弘前城のすごいところはね、この縄張りが昔から大きく変わっていないというところなんですよね。昔のね、地図と比べてみてもわかると思いますけどもね、ほぼね、当時の車を残したまま、しっかり多くの文化財類を残している点がね、すごいかなと思います。他のね、現存天守があるお城でも、外堀までしっかりと残っているお城はね、数少ないですからね、城の規模をリアルに確認できるという意味では本当にすごいことです。さて、ではね、馬鹿正直にね、大手門から突撃したいと思います。大手門はね、城の南側にある門になっておりますね。はい。大手門っていうのは正門に当たりますから、一番守りが堅い場所というふうに思ってもいいと思います。なのでね、普通はここから攻めるのは、しないんですけども、はい、大手門が見えてきました。まずポイントはね、この入り口、これ小口なんですけどね、小口になっていまして、門は小口の右側になっていますね。まずね、これはね、小口の大きさが小さく作られているというところに、ポイントがありまして、おそらくね、これで門を破壊する道具を、使いにくくする構造にしているんじゃないかなと思われます。そして、右に曲がらなきゃいけないという構造っていうところにも、二つ目のポイントがあるのかなと思います。そしてね、その門の2階や手前の兵の、様とかね、上から弓矢や鉄砲が、ビシバシ飛んでくる構造になってますね。この門の注目のポイントは、門の高さが非常に高いというところですね。これはね、雪が積もる津軽地方ならではのものですけどもね、雪が積もっても人が出入りできるために、もともと門のね、高さを高くしているということです。あとね、この屋根も注目なんですけど、瓦がね、寒さに耐えられるように銅でできているということなんですね。通常の瓦だと割れて雨漏り等を起こしてしまうということなんでしょうね。銅でできているということです。これは、この門に限らずね、天守の屋根にも銅で作られた瓦が使われているということです。さあ、無事大手門を突破して、三の丸に入りました。さあ、この三の丸をね、勢いよくね、突っ込んで中堀までやってきました。目の前に見えているのが重要文化財の辰巳櫓ですね。これね、後ほど見ていきたいと思いますけども、当然ね、堀の向こうから弓矢や鉄砲が飛んできますんでね、こんな悠長には見ていられませんけどもね。桜祭りのね、時期ということなんで、出店も多く出ていましたね。ただこの場所は当時は武家屋敷や御殿などがあった場所だと思われます。
さあ、3の丸からね、2の丸へ向かう重要な橋、杉の大橋が見えてきましたね。真っ赤ですね。この橋もね、重要な防御設備があるんですね。この橋はね、いざとなったら壊すか燃やす等してね、破壊することを前提に作られています。今はね、鉄筋で作られていますけどね、当時は杉の木で作られていたということで、この名前になっているんじゃないかなと思われます。さあ、この橋もね、大人数で攻めにくくなっていますよね。正面や左右から当然撃たれますしね。相当な犠牲が出てしまうというのが、想像できますね。そして次に見えてきたのが、南内門ですね。大手門と同様、攻め込む兵をね、直線で行かせないようにわざと曲げるように門が作られていますね。敵の速度を落とさせるための防御の仕組みということです。必ずね、この門をね、曲げるようになってますね。さあ、二の丸まで到達です。やはりね、ここまで来たら、重要文化財の櫓を見なければなりませんね。まずはね、南西の方角を意味する羊猿櫓に向かいます。櫓は主にね、見張り台、武器庫、貯蔵庫としてね、使われていました。3層の櫓が石垣の上に立っていますね。石垣は雪がやっぱりここもね、積もって中に入れなくなっちゃわないようにということで、石垣でそもそもの櫓をね、高くしているということだと思われます。そしてね、先ほど3の丸からのんきに見ていた3層の辰巳櫓がこちらですね。こちらもね、当時のままの姿で残る重要文化財となります。弘前城に普通に来るとそのままね、天守の方に向かっちゃいますんで、この2つの櫓、最後までね、結局ね、見ないで終わってしまうケースがあると思いますんでね。空いていますんでね、人はほとんどいません。誰も興味はない、櫓ではあるんですけど、これね、重要文化財ですからね。はい、非常に重要なものだと思いますんでね、ぜひぜひ見ておいていただければなと思います。さあ、いよいよね、本丸へと向かいます。前方に見えてきた、またも赤い色の橋ですね。あれがね、本丸につながる橋、下城橋ですね。本丸にはね、2つつながる橋があるんですけど、南側の橋ですね、下城橋です。江戸時代はここで馬からね、降りて本丸に入っていたということで、この名が付けられたということです。さあ、右前方にね、グリーンのシートがかかっているのが見えると思います。実はね、あの上あたりに本来は天守があったんですね。天守をね、支える石垣に崩壊の恐れがあるということでね、2015年から石垣の大修理を行っている最中ということです。2021年頃には元の場所にね、天守が戻るとのことなんですけども、でもね、長い歴史からすれば逆にこのね、修理をしている期間の間にね、弘前城を見れるっていうのも、貴重な体験なのかなというふうに思いますんでね、これはこれで私もね、良かったかなと思います。そしてね、やっぱ何よりもね、やっぱ400トンの重さのね、重要文化財である天守を移動させたというのにね、驚きですよね。そしてね、いよいよ本丸突入です。さあ、正面にね、どでかい石が見えてきました。この城で一番でかい石垣の石、亀の石ですね。で、この大きい石はね、権力の象徴と言われています。藩主の力を測ることができますね。各地でね、他のお城でも大きな石を見てきましたけどね、この石もね、かなり大きいサイズです。さあ、本丸に向かう途中でね、展望デッキがあるということでね、まずね、展望デッキにね、向かってみました。さあ、見てください、この眺め。青空の下、雪をかぶった岩木山と、弘前天守。ね、これ桜が満開だったらもう完璧な映像でしたね。そして、誰も見ていませんけどね、こちらも重要な修繕中の実際のね、天守台ですね。こう見るとかなりの石垣を取り外している状態だということがよくわかりますね。どうでしょう、7割から8割ぐらいの石垣をもう外して、根本的に修理をしているということでしょうね。はい、この天守のね、面白いところはね、見る方向によって顔が違うということなんですよね。今見てるこちら側はね、矢様、様と呼ばれる矢様ですね。矢様だらけの、いかつい感じと、破風と呼ばれる屋根がね、屋根飾りですね、がしっかりとついている、いわゆるね、天守らしい感じがしますね。そして裏に回ってみますと、こちら今度はね、
同じ天守なんですけど、様は少なく、窓も質素な感じですよね。破風もありません。でね、これ実はね、弘前城の天守は、もともと5層6階、5層6階というと結構大きいですからね。そこそこの大きい天守が建っていたんですね。1627年のね、落雷で消失してしまったと。で、以降天守はずっとなかったんですが、約200年後にね、幕府の許しを得て、1810年頃かな、櫓を建てるという名目で幕府から許可を得て、現在の天守を建てたというのが今に残る、天守ということですね。なのでね、幕府にとっては櫓、弘前藩にとっては天守、ということでね、この辺ロマンをちょっと感じますよね。こういう形になってしまったという、流れがこういうところにあるんだろうなっていうふうに思うとね、ロマンを感じます。櫓サイズという天守だけあってね、天守内はやはり狭いですね。天守内には御殿の模型や、屋様の様子などもね、確認できます。そして、銅瓦の作りも見れますのでね、ぜひ確認ください。そしてね、これがね、ほんと重要なんです。天守台のね、石垣修理をしている今だから見られるね、実際の隅石と呼ばれる石ですね。これ石垣の一部なんですけどね、表に見えていない部分がこんな構造しているというのがわかります。表に見えているのは一部のね、部分だけですけど、中にこういう形で入り込んで、それぞれね、木かなんかで多分こう締め付ける、ないしはこう繋げるという形で強度を増しているということですね。これ3木積みのね、見方がちょっとね、変わった一瞬でもありました。さあ、もうね、天守まで来ちゃいましたんでね、次はね、北に向かいたいと思います。北の車にね、向かう途中の石垣ですね。おそらくこれ築城当時、1600年当初のね、野面積みだと思われますがね。好きな方はぜひね、見ておいてください。さあ、高岡橋を越えると北の車ですね。ここはお土産屋さんやね、休憩所、物産展もね、ありました。お土産買われる方はね、ここがおすすめです。さあ、そのままね、右に向かうとね、二の丸に入ります。そして直進すると、牛虎櫓が見えてきます。この牛虎櫓もね、二の丸重要文化財の、櫓になっております。3つありますんでね、この3つを見ておくと良いと思います。さあ、場所をね、一変して城のね、最北端まで来ております。はい、亀の子橋の前に移動しました。ここはね、南の大手門と同様にね、重要な、防衛拠点です。小口はね、狭く、門も破壊しにくい作りになっていますね。そしてこちらもね、門が高いのがわかると思います。何メーターあるんですかね ?3 メーターを超えてるんですかね。相当高い門だと思います。はい、最後にね、弘前城の一番の絶景ポイントをご紹介します。本丸の西側から岩木山を眺める絶景スポットですね。実際にはね、桜がね、こう咲いていればもっといい眺めだったと思うんですけどね。あとね、桜が満開の時は桜のトンネルというのもね、もう少し西側に行ったところにあります。こちらもおすすめです。さあ、いかがでしたでしょうか。弘前城のね、魅力はね、まだまだいっぱいあります。ぜひね、東北、青森に行かれる機会がありましたら、皆様のね、目と肌で弘前城のね、魅力を感じてみてください。ではでは、ご視聴ありがとうございました。反響良ければね、次回別のお城で会いましょう。ゆきむらでした。